皆さんこんにちは。リトルビーガーデンのみーこです。降り続いていた雨もようやく止んで、ベランダにも久しぶりに日差しが戻ってきました。そしてベランダの多肉の様子を見てみると、やはり葉が樹れているものがあります。こんな風に樹れて黒くなってしまっている葉は早めに取り除いておきます。樹れた葉を取り除くとロゼットの形は悪くなってしまいますが、しばらくするときれいなロゼットに戻ってくれるので、ここは気にせずに樹れた葉っぱは取り除いておきます。樹れた葉を取り除いた後は葉焼けしてしまわないように少し日陰で管理するのをおすすめします。ちなみにこのベランダにはビニールシートをかけて雨よけをしていますが、強い雨が降ると横から吹き込んで多肉も濡れてしまっています。ロゼットの上に溜まっている水は後でブロワーで吹き飛ばしておこうと思います。そしてベランダの多肉も庭の多肉と同様に徒長している多肉がちらほら見受けられます。このサンガもキュッと葉が締まっていたんですが、いつの間にか葉が開ききってしまっていますね。この花は三類の花です。ちょっと変わった花ですよね。この花はカットしておきます。今カットした茎についている葉で葉差しでもしてみようかな。この多肉のトレイを置いてある場所は特に雨が吹き込んで多肉が濡れてしまう場所なので、トレイごと移動させてローテーションしています。なるべく土が濡れたままにならないように管理していくのが狭いベランダでは大変です。そして少し前までは調子の良かったパールフォンニュルンベルグですが、やはり今年も少し徒長してきています。手前のラズベリーアイスも成長点がどこだかわからなくなっています。ベランダのスイートプリンセスもやはり庭のスイートプリンセスと同様に葉に小さなブツブツが出ていました。その上のブルーエルフもやはり徒長気味ですね。葉の色もなんだか元気がない様子。夏顔は夏顔なんですが、ちょっと心配ですね。ロイヤルプリティは根元からムチムチの小株がたくさん出ています。そしてこのラベンダーガールも葉先が下を向いて徒長気味です。そしてついに完全に樹れてる子を発見してしまいました。これはエボニー。一株まるっと樹れてしまっています。こうなるといくら多肉とはいえ復活は難しいですっていうより、もう完全にアウト。やはりこの梅雨の雨で樹れる多肉が出てきていますね。その中でもこのミニマハイブリッドは小吹きもよく元気に育っていました。このスイートプリンセスにも少しブツブツが出ていますね。そしてカンテも葉がウェーブしています。これも日照不足のせいでしょうか。ずっとベランダに置いてあったカンテと庭から持って上がったカンテでは
葉の様子に違いが見られます。もともとベランダに置いてあったカンテは葉が下を向き気味です。そして梅雨に入る前に水を切っていたせいか、ロゼットの周りには枯れ葉もたくさんついていました。枯れ葉取りもこまめにはしていますが、なかなか追いついていません。株分けしたマーブルもすっかりロゼットが開いて綺麗な形になりました。そして葉が開ききっているのはスパイシーです。スパイシーは一度ダメにしてしまっているので、今年は用心して育てているつもりですが、この葉の開き具合を見ると心配です。この一番奥のトレイも雨に濡れた多肉を移動させてローテーションして置き場を変えた多肉になります。ポットを見ると土が乾いている多肉、濡れている多肉と入り混じっていますね。ここ最近は日中の気温も高くなってきているので、このまま土が乾かずに濡れたままになっていると、やはり蒸れる多肉が出てきそうですね。遮光も考えていますが、土が濡れたまま遮光をすると徒長するのも気になるところです。そしてまた何やら様子のおかしい子を発見してしまいました。札を見て名前を確認するとピンククリスタルでした。これはショックです。この色がきれいに変わっているところは樹れている葉です。葉を取ってみると根元もやはり黒くなっていました。樹れていない葉を1枚取ってみたんですが、葉の根元はきれいなので、もしかしたらこの株も大丈夫そうかな。株がダメになっても葉ざしができればいいんですが。そしてあの後結局胴切りしたピンククリスタルです。大丈夫そうだった茎も実はカットしてみると真っ黒で、黒く変色してしまったところはカッターでカットしています。それでもどうなることやら。ポットの周りに何枚か葉ざしをしていますが、よく見てみると根が生えていたんです。株自体もうダメになるのを分かっていたようで、子孫を残そうと葉から根を出していました。今の葉よりもこの葉の方が根が出ているのがよくわかります。もう後がないため、このピンククリスタルの葉ざしにはしっかり育ってもらわないと。ということで、このピンククリスタルのポットは室内で様子を見ようと思います。そして気になるアドニス、根っこは出ているのでしょうか。よーく見ると白い根っこ出てきました。これはもう安心ですね。もうしばらくこのままにしてまた鉢に植えようと思います。はい、ベランダに戻り、風通しを良くするために雨よけにしていたビニールシートを外しました。これで少しはポットの土が乾いてくれるといいんですが、これからの暑さで多肉の樹齢被害が出ないことを祈るばかりです。はい、ということで今日はベランダの多肉の様子を見ていきました。いかがだったでしょうか。梅雨の長雨で樹れてしまっている多肉もあったりしましたが、皆さんの多肉は
大丈夫ですか？こんな風に1枚だけ葉の色がおかしかったり、樹れている葉があったら、早めに取り除き、茎までダメになっていないかチェックしてみてくださいね。この動画が良かったなって思っていただけたら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。今日も最後までご視聴ありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。またねー。